こんにちは、青22号です。長谷川の35分の1ヤンマー YT5113A を作っています。今回はデカール貼りの作業から進めていきます。貼っていく予定のデカールをまずは大まかにハサミで切っていきます。カップ麺の容器にお湯を入れて数秒つけたらすぐに引き上げます。今回は主に透明パーツに貼るデカールを貼っていきます。扉の裏から貼る枠のようなデカールは細い上に大きいのでちぎれやすくなっています。どんなに気をつけてもちぎれることはあるので、落ち着いてゆっくりと相手をしてやる必要があります。デカールはちぎれてもぴったりと合わせて貼れば完成後にはほとんどわからなくなるので大丈夫です。くしゃっとなっても時間をかけて落ち着いてほどいていけば大抵はどうにかなるものです。一番大事なのはこのような状態になった時にパニックにならないことです。かえってそうなることが状況を余計に悪くすることが多い気がします。デカールはピンセットを使って台紙から移動してきた後は筆を使って表面になじませていき、十分になじんだところで軟化剤を塗って完全に表面に密着させます。デカールが密着してだいたい動かなくなったら綿棒を使って余計な糊成分を拭き取ります。マークセッターには糊成分が入っているので表面に残ったままだと塗装後に跡が残ります。成分は水溶性なので水を含ませた綿棒で拭き取れます。デカールを1日以上かけて乾かしたら薄いクリアーグリーンを塗っていきます。スーパークリアー3にクリアーグリーンを20対1程度の割合で混ぜたものを透明パーツの裏側から塗っていきます。ほんのわずかに混ぜる程度でもすぐに濃くなってしまうので混ぜすぎに注意します。クリアを塗っておくとリアウィンドウに貼ったデフロスターのデカールの白みがかって見えたニス部分が透明に見えるようになります。デカールに浸潤するだけの十分な量を塗らないと透明にならないのでしっかりと塗っておきます。薄いクリアグリーンを塗るのは1回きりです。あまり塗りすぎると透明度がかげろうのようになってしまうので何度も塗り重ねたりはしません。しかし一方でリアウィンドウのデフロスターのデカールが塗膜の厚みに含まれるくらいは塗る必要があるので加減が少し難しいところです。塗装中はほとんどグリーンっぽさが分かりませんでしたが、乾燥後マスクを剥がすとご覧のようなグリーン具合になります。ボディのカウル部分を研ぎ出ししていきます。クリアを塗ったままの表面はご覧のように少し柚子肌のようになっています。ここからコンパウンドで磨いた程度でもそれなりの光沢感は得られるのですが、研ぎ出しという作業を行うことによってよりピカピカな光沢にしていくことにします。まずは1500番のペーパーを使って表面を削っていきます。タミヤのフィニッシングペーパーの1500番を使って水をつけながらペーパー分けをしていきます。削りカスが水に流れやすいように水には中性洗剤をわずかに混ぜてあります。ペーパー分けをするときは極力力を入れないようにします。特に角になっている部分は削れやすいのでそのあたりに注意しながらペーパーを当てていきます。水をつけながらペーパー分けしていると表面の状態が分かりにくいので時々水を拭き取って状態をよく確認するようにします。知らない間に思ったより削れていることはよくあるからです。1500番のペーパー分けが終わったら次は6000番のラプロスを使って研いでいきます。研ぎ出しの全体の手順についてですが、最初に1500番のペーパー分け、その次に6000番と8000番のラプロスを使って研いでいき、仕上げに2種類のコンパウンドを使って磨いていきます。ツヤツヤにするだけなら最初からコンパウンドだけ磨けばそれでいいのではないかと思いたくなるところです。実はコンパウンドだけでもある程度はツヤが出ます。ですが順を追って研ぎ出しをした光沢表面とは同じになることはないでしょう。研ぎ出しで順番があるのは車で例えるとギアチェンジに似ています。発進するときにいきなりトップギアに入れてもたとえ発進できたとしてもスピードはなかなか出てきません。1速から2速へと順番にギアを変えていくことで最高速度が出せるようになります。研ぎ出しというのはそれに似た性質を持っています。いきなりコンパウンドを使うのはいきなりトップギアに入れるようなものです。研ぎ出しというのはそれに似た性質を持っています。いきなりコンパウンドを使うのはいきなりトップギアに入れるようなものです。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 いきなりトップギアに
6000番で研ぎ終わると徐々にツヤのある表面になってきます。まだまだピカピカというには至りませんが、1500番でペーパー開けした直後に比べればだいぶツヤが出てきたと思います。といっても研ぎ出し作業はまだまだ道半ばです。ここからさらに8000番のラプロスを使ってさらに透明度を上げていきます。やはり力を入れず水研ぎをするというのは6000番の時と同じです。光沢が出てくるにつれて指にかかる抵抗が少なくなってくるので、磨けてないような気がしてきて、ついつい力を入れてしまいがちなのですが、指を動かしたら動かした分だけ表面は削れているので、あくまでも力を入れないことが肝心です。8000番の次はコンパウンドで磨くことになっていますが、6000番の次にいきなりコンパウンドで磨いてもあまり変わらないのではないかと思いたくなるところです。しかしそれは先ほどのギアチェンジの例えで言うと、ギアを3速からいきなり5速に入れるようなものです。それでは結局トップスピードになるまでに時間がかかってしまうことになります。8000番のラプロスの次はコンパウンドで磨いていきます。コンパウンドはフィニッシャーズのコンパウンドミクロを使います。フィニッシャーズが用意している純正のクロスを使って磨いていきます。クロスは売っているそのままでは大きすぎるので、ある程度小さく切ってから使っています。コンパウンドは様々なメーカーから発売されていますが、純正のクロスが用意されている場合は、なるべくそれを使った方がコンパウンド本来の性能を引き出すことができます。多少メーカーが違ってもそれほど変わらないのではないかと思ってしまうところですが、一口にコンパウンドといっても、その中に含まれている成分は当たり前ですがメーカーによってそれぞれ違います。これはどのように研磨するのかという考え方がメーカーによって微妙に違うからです。当然磨く時のクロスはどのようなものを想定しているかというのも変わってくることになります。といってもクロスで磨きにくいところは綿棒を使って磨くこともあります。クロスを使うよりも傷が残りやすかったりしますが、磨かないわけにもいかないのでやむを得ないと思っています。一通り磨きを終えたら一旦中性洗剤を使って全体を洗い流します。洗う時に表面に傷をつけないように注意します。柔らかい歯ブラシや筆を使って洗います。筆はパステル用のものを使ったりしています。一度で落ちない時は何度か洗います。研ぎ出しの最後の工程は長谷川のセラミックコンパウンドを使います。先ほどのコンパウンドミクロで仕上げた表面もそこで終わりにしてもいいと思うくらい十分なツヤは出ているのですが、セラミックコンパウンドでさらに光沢を出していきます。コンパウンドミクロまでのそれぞれの段階できちんと磨かれていれば、セラミックコンパウンドの段階ではそれほど時間をかけなくてもしっかりとしたツヤが出るはずです。逆に言うと、この段階でいつまでもツヤが出なかったり細かな傷が残っているようであれば、一つ前の工程に戻った方がいいことがほとんどです。無理に長時間磨いていると角の部分などが削れてきて下地が顔を出してしまうリスクが増えます。デカールがあるところを磨くときは極力力を入れないようにそっと磨きます。力を入れるとわずかにパーツがたわむことがあり、その形状変化にデカールがついていけずひび割れることがあるからです。ご覧いただきありがとうございました。また次回お会いしましょう。青22号でした。